こんにちは。システム組み立てチャンネルの大滝と新森です。今日はセールスソースを中核に据える技術的な理由、 API 設計力と拡張性めっちゃ噛みやすいについてお話を新森さんにしてもらおうと思ってるんですが、はい、いやーこの内容たくさん用意したんですけどめっちゃもわかりませんと、教えてください新森さん。なので今日はどういう内容とどういう風な IT ツールと比較して教えてくれるんですか？今日はですね、ノーションとかキントーンとか、セールスフォースの競合っていうんですかね、よくどっちにするかっていうところで選ばれるようなサービスとかとも照らし合わせながら、こう違うんだよとか、セールス操作ってこういうことできるんだよみたいなところをお話しできればなと思っております。成果は努力で作られる。早速スタート。1章2章ではですね、こういうクラウド ERP とか、オンプレの ER、パッケージ ERP とかの違いとか、もろもろのお話をしていったかなっていうふうに思いますけど、第3章ではですね、セールスフォースっていうところに特化して技術寄りの話をしていこうかなっていうふうに思っております。2章の振り返りですね。まず全体最適化の共通言語として、セールス操作とこういうことができるよ、こういうとこが強いよっていうところですね。リレーショナルデータベースっていう形でデータがつながっているっていうところであったりですとか、2つ目が多種多様な API の開放っていうところで API がすごく広く公開されているので、いろんなことが連携できますよ。そしてオリジナルの画面とかオリジナルの帳票っていうところも開発できるよ。で、最後が業務を自動化するために何かをきっかけとしたトリガー処理で業務、システムを自動化しましょうっていうところができますよっていうのが前回の振り返りになっております。で、今回はこういったことができるセールスソースを選ぶ理由というところで、まず一つ目はデータ構造、業務モデル設計の柔軟性っていうところがお話ししていければなと思っております。まず一つ目ですね。リレーショナルデータベースっていうところで、セールスソースのデータベースの基本的な考え方は、リレーショナルデータベースになってます。RDB ですね。RDB ですね。はい。具体的にはいろんなデータがあるのをつなげて関連づけて管理ができるよっていうところで、データとデータがぶつ切りになっていないっていうところが特徴的です。じゃあ、Excel で作りましょうとかになってくると、Excel って皆さんご想像の通り、テーブルがあって、表があって、一覧でバーってなるだけで、データとデータが繋がってない、それぞれシートがあるような形になるので、結構難しいですし、もうそもそも繋がってないので、ただの一覧っていう形になってしまいます。じゃあこれを無理やりつなげようとするとどうなるかっていうと、マクロを組んだりとか関数を組んだりしながら無理やりつなぐことはできるかもしれないですけど、バグりますよね。誰かがマクロ触っちゃった、関数触っちゃった、もう直せないっていうことがどうしても起きてしまうっていうのが Excel の良くないところかなと思います。お先真っ黒みたいな感じですよね。真っ黒だけに、はい、次に行きましょう。冗談はさておき。はい。で、次ですね。キントーン。これよく聞きますね。電車とか乗ってると、キントーンの看板よくあります。でこれもすごく私いいツールだなっていうふうには思うんですけど、簡単にやっぱり業務アプリを作れるので、軽いものっていうのはすごく向いているシステムかなっていうふうに思いますが、これも実は Excel と一緒でデータベースが繋がっていない、リレーショナルデータベースではないので、やっぱりどうしても Excel-like な形になってしまいますし、これも開発してどうにかすることはできますけど、結構現実的ではないっていうところで、キントーンもやっぱり向かないよなっていうところが正直な感想です。まとめですね。キントーンや Excel っていうところでやはりデータの関連付けとか一次元管理っていうところには限界があるので、しっかりとリレーショナルデータベースの基盤を持っている Salesforce で実施することによって、情報の整合性であったりとか、柔軟な業務設計の両立が実現できるかなというふうに思っております。はい。続いて2つ目ですね。次は権限設定っていうところで、今回 ERP っていう話になってくるので、同じ会社のデータであっても、このデータはこの人が見ないといけない、この人は見れちゃいけないみたいな、やっぱり情報をしっかりと厳密に管理をしていくっていうところが必要になってくるかなっていうふうに思います。例えばの情報漏洩の事故っていう形で書いてますけど、2020年楽天グループさんで最大148万件、恐ろしい数のデータですね。これが外部からのアクセス可能であったっていうところで、じゃあ何かセキュリティ的にアタックされたのかとか何か漏洩があったのかっていうところでいくと、実はセールスソースの設定のミスでしたっていうところで、設定ミスをしたことによって見ちゃいけないデータが見ちゃいけない人に見えちゃった。
っていうことがやっぱり起きているっていうところで、やっぱりこういった設定ミスっていうところはちゃんと防ぎながら設定の見直しっていうところをしっかりとしていかないといけないよねっていうところが、これ楽天グループさんからしたら大変なことだったと思いますけど、これを見てたセールスフォースユーザーさんからするといいきっかけになったんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい。じゃあ次ですね。次は API、ERP っていう形になるので、いろんなデータをセールスフォースの中に集めるっていう考え方になるので、API を使ったシステム統合の設計に強いよねっていうところをお話しさせていただこうかなと思います。これ第2章のところで、クラウド ERP はハブの機能として、セールスフォースをハブとして、いろんなシステムのデータを寄せていこうねっていうお話があったと思うんですけど、大きく技術としては3つのものがあるかなっていうふうに思ってます。1つ目がこれ2章でも説明があった API ですね。各システムを連携するためのインターフェース。そして2つ目、これ Webhook も API の1つではあるんですけど、常に監視しなくても、データ更新されたよ、情報上げるよみたいな形で通知をしてくれるような機能ですね。そして3つ目が、このシステム間のデータがこれとこれ同じだよっていうのをしっかりと結びつけるための外部 ID っていう形で、この3つについてご説明をしていこうかなと思っております。まず1つ目 API ですけど、異なるソフトウェア同士がデータをやり取りするための共通の窓口っていうことで、これよく聞きますよね。Salesforce には REST API とか SOAP API、何の連携をしたいかによって API の種類を選ぶことができるので、すごく豊富です。あとはこれに加えてバルク API とか大量のデータを処理するような API もあるので、すごい量のやり取りをするようなものにも強いっていうところは Salesforce の特徴かなと思います。次に Webhook ですね。こちらはシステム間でデータの変化があった時にリアルタイムで外部データに知らせるっていう仕組みですね。何かあった時に Salesforce から取りに行かなくても、先方のシステムからデータ更新あったよっていうのを Salesforce に教えてくれるので、これをきっかけに何かしに行く、逆もしかりっていうのができるような仕組みが Webhook になります。うちでセールスソースとフリー会計で Webhook で繋いでるって話あったじゃないですか。はい。あれどうなってるんですか、裏側は。あれですね、実は Webhook で繋いでなくて。どういうことや。あれ繋いでないです。Webhook、フリーは Webhook がないので、あれは取りに行ってます。都度、セールスソースから。外部 ID を持った状態でってこと？そうです。なんだよ。5分に1回とか。どういうこと？ちょうだいって言いまくってます。で、今の Webhook の下りですけど、3番目が外部 ID ですね。システムで連携できたとしても、どのデータとどのデータが一緒なのかっていうのがわからないと、これはどんな素敵なシステムでも無理なので、必ず同じ ID を持たせてしまって、このデータとこのデータ一緒だよっていうのをしっかりとキーにして管理をするっていう考え方をとってます。裏返すと、Webhook だったり API とか、その外部 ID っていう考え方がないシステムを多いっていう意味なんですか？多いと思います。特にオンプレのシステムだと API ありませんとか、なのでじゃあファイルで連携しましょうか、なんなら人が取り込みましょうかみたいな、世界っていうのは結構未だに多いかなと思います。あと API 開発は別途費用ですも結構多いですよね。多いですね。それデフォルトじゃないんだってよく思います。ウェブサイト上は API ありみたいなけど、聞いてみたらいやオプションなんですよみたいなのは結構多いですね。すごいよね。買った後に言うのってね。はい。そしたら、今回システム連携っていう観点で、ちょっと Notion と Salesforce を比べた部分をちょっとご説明していこうかなと思います。まず API っていうところは、これどちらもありますが、やっぱり目的が違うっていうところが大きく違いとしてあるかなと思います。Notion の方は外部とコラボレーションするための共有ができたりとか、コンテンツを更新するっていうところで、何か基幹システムの重要なデータを連携するみたいなところには適していないですね。一方で Salesforce は標準の API と API を開発することもできるので、どんなデータでもリアルタイムにやり取りができる API が用意されているっていうところは大きな違いになります。そしてデータの構造ですね。最近 Notion もテーブルで定義しましょうっていうところで考え方流行ってきてますけど、使い方としてやっぱりドキュメントベースで使ってる企業さんが多すぎるので、関連性がない環境っていうのがすごく多いですね。で、Salesforce は先ほどお話しした通り、リレーショナルデータベースなので、しっかりと関連付けられてますよっていうところが大きな違いになります。そして次、ワークフローですね。何か起きた時に自動的に何かをするっていう観点。これは Notion でもできるのはできるんですけど、Notion 単体でできないことが多いので、間にZapier などのこの iPaaS みたいな仕組みをかませてしまって連携するっていうことが多いんですけど、Salesforce は Salesforce 内で自分たちで完結できる機能っていうのが用意されているので、ここも大きな違いかなっていうふうに思います。
結論としては、Notionはやっぱりハブとしてはすごく力不足だなっていうふうに思ってて、本当に超規模な社内管理プロジェクトとか、社内の中の何かを管理するナレッジとかってとこでは使えてますけど、やっぱり大きな ERP っていう観点だと、すごく力不足かなっていうところを感じております。そして次、また出てきました。キントーンですね。キントーンも先ほどと同じ似たり寄ったりではあるんですけど、やっぱりデータの取得更新ってとこに API が限定されてるので、何でもかんでも API 使って連携できるかっていうとそうではない制限がありますと。Salesforce はいろんな機能、API の機能がデフォルトで用意されているので、基本的には連携はできるかなっていうところの違いがあります。情報管理っていう観点でも Notion と一緒ですね。キントーンはあくまでアプリっていうのが管理の単位になるので、アプリ単位での情報の管理になるので、いろんなアプリがあって、これが部門間でどうのこうのとか出てくると結構きついですけど、Salesforce はアプリ関係なく組織としてデータが全部つながっているので、情報もしっかりと管理ができるっていうところは強みかなと思います。そしてワークフローですね。これキントーンはやっぱり全体最適化っていう観点だと自動化は難しい。できないことはないかもしれないですけど、まあ結構大変なことになっちゃうなと。Salesforceはノーコード、ローコードで自動化をできる機能っていうのを備えているので、こういったところにも強いかなと思っております。はい。これもキントーンはやっぱりハブとしてはすごく力不足で、あくまで一業務の最適化っていうところには強いかもしれないですけど、全体最適化っていう観点だと結構きついっていうところが、Notion とちょっとキントーンを比較してみたっていうところになりますが、大竹さんいかがでしょうか？ね、キントーンと Notion はよく使うけど、単体で使うんだったらいいけど、他のツールと連携っていうのはやっぱりか。そうですね。っていう印象です。業務管理システムですよね。ERP としてはちょっとっていう感じですかね。単体で使うんだったら便利だしね、安いしね、いいんだけどね。ERP はちょっとって感じですね。はい。そして次3つ目ですね。プロセス制御っていうところで、ワークフローの自由度と自動化の成熟度っていうところで、これ、Salesforce で使われている皆さんとか特に分かりやすいと思いますけど、Salesforce のこのノーコードで業務のプロセスを自動化、データを自動化する機能っていうのがあるので、こういった機能を使うことによっていろんな複雑な条件分岐だったりとか、自動的なデータ更新、あとは承認依頼とかメール、スラック通知みたいな機能っていうのがローコードで設定できるツール。プロっていう機能があるので、これを活用することによって開発とかコーディングを入れずともある程度自動化できるっていうところはすごく強みかなっていうふうに思っております。で、フローの機能でできることみたいなところは今回はちょっと割愛させていただきますけど、ホワイトペーパーぜひダウンロードしていただくと細かいこと書かれているので、ぜひそちらからダウンロードいただけると嬉しいです。で他にもフローではできないものっていうところは、プログラムを書く Apex Trigger っていう機能がありますけど、プログラムを書いてしまえばもう結構何でもできる 99% ぐらいできるようになってしまうので、ノーコードとプログラムっていうところを組み合わせながら実現することも可能になります。はい。そして、これ結構最近の世の中の課題みたいなところになってますけど、システム間を連携すると、先ほどお話ししたような Webhook とか API を使うことになります。ただこれをやたらめったらコーディングして作ってしまうと絡まっちゃって、すごく回収するのも大変とかっていうのが起きてしまうので、こういったのをスパゲッティ化って言いますね。大好きですよね、スパゲッティ化。スパゲッティ化最近めちゃめちゃ聞きません？いろんな。全然聞きません。あ、マジですか？君の口からよくスパゲッティ遺伝しちゃってますね。はい。ということで、あらかじめ用意されたコネクターがあるので、それを使うことによってもう簡単に外部システム連携できますよっていう機能ですね。で、これにも良し悪しがあって、大きくできること、できないことっていうのがあるので、そういったものもまとめたものがあるので、ぜひ、こちらもホワイトペーパーダウンロードしてみていただきたいなっていうふうに思っております。このミュールソフトとかワークアウトとかデータスパイダー、アステリアワークをちゃんと比較検討した資料ってなかなかレアだと思うんですよね。なかなかないですね。これはぜひ見てもらいたいですね。意味わかんないですもんね。どれが何ができてみたいなところはわからないので、ぜひ。はい。そして最後4つ目ですね。企業スケーラビリティを前提にした Salesforce ということで、企業スケーラビリティ。難しいお言葉なので、ちょっとご説明を。成長。スケールしていく。スケール。成長です。成長ということで、企業が成長していくためのっていうところのお話になってくるかなと思います。大企業やグローバル展開を前提にした共通業務言語を実現するモデル設計っていうところで、大企業さんはやっぱり言葉ですよね、そもそも。この部署だとこういう言葉使ってるけど、この部署だと違うとか、あと業務フローもそもそもバラバラみたいなところ。あと
とは部門の業務の管理とか数字の管理もそもそも違うみたいなこともあるので、結構大きな課題になってるかなっていうふうに思っております。これを Salesforce で実現することによって、データをやっぱりリレーショナルデータベースで企業全体で共有できるっていうモデルの考え方なので、やっぱりそこ統一性をしっかりと持たせて、しっかりとリレーション設計をすることによって共通の業務とやったりとか管理項目っていうのをしっかりと標準化していくってことができるかなっていうふうに思います。あとはやっぱり SaaS、PaaS のツールなので、企業の成長に基づいて必要な機能を足したり減らしたりっていうところで拡張できるっていうところもすごく強い部分かなと思っております。まとめです。企業成長に追随できる Salesforce は全社レベルの競争力を生み出す成長パートナーっていうところで、Salesforce を選ぶ理由として、やはりリレーショナルデータベースがしっかりと活用、活かせる、一元管理ができる、そして柔軟に権限設定ができる、いろんなシステムと豊富に連携ができるっていうところで、Salesforce ではないとできないメリットっていうのがたくさんあるかなと思います。そしてこれをやると決めたとき、作っていく工程においても、無理やりコーディングして作るのではなくて、iPaaS みたいなツールを導入して連携することによって、ハードコーディングを最小限に抑えて、基幹システムとか在庫管理システムのいろんなシステムと繋ぐことができるっていうところも強みかなと思います。そして最後に大企業であったりとか、グローバル企業が抱えている複雑な業務フローとか、M&A とか、組織改変みたいなところにもしっかりと耐えれる、そして都度回収ができるっていうような企業の共通業務言語っていうところを支える仕組みもできているっていうところが Salesforce の強みになってくるので、とても長い話にはなりましたけど、Salesforce でできることはすごく多いですし、これまでお話をしてきたクラウド ERP、そしてその組織のハブとなるシステムっていうところにはすごく向いているシステムになってくるので、ぜひご検討中の方はこの動画を見ていただいてお問い合わせ等いただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで、シンボリが初めて進めたコンテンツになるんですかね、これは。評価をしていただきたいです。何評価シンボリ何点だったの？36点。眠くなったか眠くなった。難しい話を難しくて伝えということで、ちょっと皆さん分かりづらかったかなって思うので、直接お話ししましょう。どんどんお問い合わせ、コメント等いただければ、私の方で時間を作って直接お話ができるかなっていうふうに思うので、コメント、いいね、どしどしお待ちしております。ちなみにフライクさんは iPaaS は対応してるんですか？ iPaaS は今絶賛勉強中ですし、できる体制っていうのを今作っているので、なんなら早くやりたいなっていうところはありますね。そうね、フライクだけだったら iPaaS って連携するものがないから、Salesforce を基幹システムにやってるし、在庫システムもないので、連携するものはないですもんね。自社環境だと難しいですけど、ってところですかね。ぜひお問い合わせをいただいて、勉強しながらやれたら嬉しいですね。はい。今日の動画はここまでです。ここまでご覧いただきありがとうございました。ぜひ、いいねボタンやチャンネル登録いただけると嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたします。次の動画アップまでお楽しみに。バイバーイ。